はい。皆さんこんにちは。かっちゃんです。ラーメン。ということで、今日は先日冷凍作り置きのカレーうどんの動画を出したんですけど、今日はうどんと同じくお値打ちに買える焼きそば麺を使ってレンジ加熱ですぐに食べられる超便利な作り置き冷凍味噌ラーメンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は焼きそば麺1袋、豚こま切れ肉 20g、ホールコーン 20g、刻みネギ 5g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。ボウルに味噌大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2、おろしニンニク小さじ1/2、すりごま小さじ1、酒小さじ1を入れ、溶かし合わせます。調味料を合わせたら、平らな場所にラップを広げ、調味料を置き、包みます。少しこの口の部分、キューッと丸めて、ボール状にして、余分なラップは切り落としておきます。味噌スープのベース、タレを作っておきます。では焼きそば麺1袋を袋の上から揉み、ほぐします。では麺がほぐれて形が崩れてきたら、冷凍保存可能な保存容器、今回 380ml 容量のダイソーで購入したものを使っていきます。ほぐした焼きそば麺を保存容器に入れます。焼きそば麺を入れたら、ホールコーン 20g を乗せます。ホールコーンを乗せたら、ホールコーンの隣に刻みネギ 5g を乗せます。刻みネギを乗せたら、豚こま切れ肉 20g を広げ乗せます。前回のカレーうどんの動画を出した際にもすごくコメントがあったんですけど、生肉を一緒に乗せても大丈夫ですかというコメントいくつかあったんですけど、冷凍庫に入れてしまえば死滅はしないんですけど、菌が増えることはないです。なのでできるだけ簡単に作れるように生肉をそのまま乗せて作っています。どちらかというと菌が増えやすい状況下っていうのは今この状態ですね。常温に置いている間にすごくお肉を手で触ったり、お肉が古い状態だったり、作っているのに手間がかかって、高い温度にお肉をずっとさらしておく方が菌は増えやすくとても危ない状況になるので、作る際にパパッと手際よく作っていただくのをお勧めします。あとどうしても生肉を入れるのに抵抗があったり不安な場合は、お肉は茹でて入れていただくか、お肉だけをラップで包んで入れていただいても大丈夫です。具材を乗せたら、ラップで包んでおいた味噌を空いたスペースに乗せます。で、味噌もなぜこうやってラップで包んでいるかというと、醤油や味噌など塩分濃度の高いものは冷凍庫に入れても凍らない性質があります。実際に作り置きして冷凍したものなんですけど、ちょっと触ってわかるように、味噌だけ凍らず、このような柔らかい状態です。なので、味噌は他の食材に触れないように、このようにラップに包んで入れていただくのをお勧めします。はい。ではこれで1食分の冷凍作り置き味噌ラーメンの完成です。この状態で蓋をして冷凍庫で冷凍保存。保存期間の目安は冷凍で3週間ほどを目安に食材が悪くなる前に食べてください。で今回保存容器に入れるので麺をほぐして使うんですけど、面倒な場合は焼きそば麺の上に具材を乗せてラップで包みフリーザーバッグに入れて冷凍していただいても大丈夫です。で、たくさん作りたい場合は、分量を作りたい食数分増やしていただいて、同じ工程を繰り返して作っていくと効率よく作り置きすることができます。はい。ではこちら作り置きして、カチカチに凍ったものなんですけど、今回ちょうどいいサイズの保存容器に入れて冷凍保存しているので、ここに水を入れて加熱すると汁が溢れる可能性があります。すごく大きな保存容器を使って加熱しても溢れる心配がない場合は、このまま保存容器に水を入れて加熱していただいても大丈夫です。では凍った状態なので、このままパコッと具材と麺が一つになって取り出せるので、取り出して耐熱のお椀に入れ、味噌だけラップに包んであるので、これくらいね、凍ってはいないんですけど、ちょっと半冷凍くらいの感じになっているので、ラップを取って具材の上に戻します。味噌を戻したら、水 250ml を回しかけ、ラップをして600ワットの電子レンジで5分加熱します。
では5分加熱したら食材解凍されてくるので、上の味噌を溶かしながら全体を混ぜ合わせます。で混ぜ合わせたらお肉しっかりと火が通るように底に沈め入れます。では全体を合わせたら再度ラップをして600ワットの電子レンジで2分加熱します。では加熱し終えたらもう一度全体を混ぜてお肉にしっかり火が通っているか確認して、もし赤い場合は加熱時間を調節して足してください。電池での加熱方法以外にも鍋で加熱することもできます。鍋に同量のお水を入れて沸かし、火が通るまで加熱して食べてみてください。はい。ではこんな感じでレンジ加熱ですぐに食べられる超便利な作り置き冷凍味噌ラーメンの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はレンジ加熱ですぐに食べられる超便利な作り置き冷凍味噌ラーメンを作ってみました。それでは本日はパインジュースで乾杯。乾杯。パイナポー。じゃあ早速いただきましょう。最近お弁当とか麺類の作り置きのレシピよくやってるんですけど、今回はお値打ちに買える焼きそば麺を使って味噌ラーメンを作ってみました。じゃあまずスープからいただきます。じゃあいただきます。オイラー。めっちゃいい味。じゃあ麺もいただきます。お値打ちに買える焼きそば麺や豚こま肉を使い、麺の上に具材を乗せて冷凍するだけでパパッとすぐに食べられるとても便利なレシピになってます。で、我が家の近所ではほんとうどんと焼きそば麺がすごくお値打ちに売ってて、19円とかね29円くらいで買えるんですけど、ラーメンの中華麺を焼きそば麺で代用してもとても美味しいラーメンが作れます。少しラーメンよりちょっとコシが少ないっていうのと、麺が太めなので若干ちゃんぽんとか太めのラーメンを食べているような感じではあるんですけど、このラーメンスープとも麺がよく合い、とても美味しく仕上がります。焼きそば麺を使ったんですけど、もしお気に入りの中華麺や使いたい麺があったら茹でて代用して使っていただいてもいいので、お好みの中華麺があったら代用して使っていただいても大丈夫です。スープの味付けには味噌をベースにたっぷりすりごまを入れることによって全体にコクが出てとても美味しく仕上がります。ほんと冷凍しておくと食材自体日持ちもしますし、作り置きしておくとレンジ加熱でパパッと簡単に美味しく食べられます。で、レンジが苦手な場合は鍋で調理することもできますし、ストックしておくとパパッと食べたい時にとても便利な作り置きになってます。ほんとしっかり食べ応えもあるので、これで1人前がっつり食べてもいいですし、ちょっと夕飯にあと1品汁物など欲しいなって時に分けながら食べてもいいですし、私は結構前のカレーうどんの時に卵をね落として卵とじカレーうどんにして食べるのが好きだったんですけど、トッピングにバターとかを入れてコーンバター味噌ラーメンにして食べても美味しく食べられます。はい。ということで今日はレンジ加熱ですぐに食べられる超便利な作り置き冷凍味噌ラーメンを作ってみた動画でした。すりごまの風味やコクが効いた味噌スープに中華麺と具材がよく合ったとても美味しいレシピです。作り置きしておくとパパッと食べたい時にレンジ加熱で美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイラーメンチャーハンセットにしたいな。